マリーさん、はい。子供が勉強しません。はいはい。もう結構ね、よく聞くフレよくーズ聞きなんですますよね。これに対して今回、うん。ベストな回答を出しましょうといったコーナーです。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。おはよおはようございます。本日もよろしくお願いしまう。お願いします。子供勉強しないってよくあると思うんですけど、はい。それはね、やっぱり一番の理由はその心とずれてるからなんですよね。それをやる意味が腹落ちしてないっていう。人間って意味がないものってやれないってできてるんですよ。てか奴隷みたいになっちゃうからね。そのなんかよく言うじゃないですか、レンガを積んでる労働者っていうか人たちがいて、であるグループにはそのレンガは、お前らただレンガ積めって言うと。でそのグループはって思う。だけどもう一方のグループには、君たちは月に人類が到達するための大切な第一歩の建物を建ってるんですと。大義名分を与えてあげる。そう。そしたら「よっしゃー!」ってなると。まあそんなもんですよね。だからそういうところがその自分だったり環境の中でこう明確になってなかったり、揃ってない、家族と自分子供の思いが、それが一番やと思いますね。まあ素直な子はやるんですけどね。従順な子は。そうでしょうね。でも従順じゃない子もいるんで、そういう子は向き合ってあげた方がいいんじゃないですかね。で今のパターンで従順じゃない子はどう出るかっていうと、さっきのコーチのストーリーじゃないけど物を壊すとかですね焼くとかなんかそういうことになるんだけど、もう一方はこもるっていう方ですね。要はあんまりこう喋らない、抵抗なんですよ。なんでそれはじゃあどうやってこう導いてあげるかといったら、ぶっちゃけたところをこう聞いてあげる。どうしたい、私はこう思うけど、なるほどねと。要は対等に扱ってあげるっていうことだし、相手を信用してあげるってことは大事なんですけど、僕が受け持ってる生徒さんでいうと、あんまりその勉強要請っていうお子さん一人いたんですけど、一人っていうか結構そういう子多いんですけど、変わったんですよね。でなんで変わったかって言ってフィードバックもらった時に、なんかね、自分のためにも頑張りたいと思うとか、先生のためにも頑張りたいと思うみたいな言葉をあんまり喋らない中学生から聞いたんですよ。でその時に思ったのが、やっぱりね、自分のために頑張ろうと思うっていうのはやっぱそう思うきっかけが必要でしょ。でなんかこれは自分のこと買いかぶりって言われるかも分かんないけど、その自分の姿勢が伝わったんじゃないかと思ったんですよ。要は自分は真剣に向き合ってるよ、で自分の人生にも真剣に向き合ってるし、君にも真剣に向き合ってるよ、じゃあ君はどうなのっていうふうになるじゃないですか。でその時にその英語得意じゃないって言ったとしても、それに向き合ってみようって思ってくれたんじゃないかなって思うわけですよ。だから詰まるところですね、その心の一致みたいなのも聞くことも大事なんだけど、それよりもその姿勢、その大人の側がこうどうこう向き合ってるかみたいな、どういう背中見せてるかみたいなのは結構あるんだと思うんですよね。親だとちょっとその距離感が保ちにくいというか、近すぎてもちょっと言葉入らない時ありますもんね。近すぎたり、その保護者っていうのがあるんで、なんでそういうこう真剣に生きてる大人、真剣にこの勉強に向き合ってる大人を近くに置くっていうのが結構大事だったりするんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。東大法学部マジ物語。なるほど。
いやなんか熱い今回なんかだんだん熱い熱くなっていくっていうね熱いトークが続きますね。はいはいはい、いや僕はですね、はいまあ、ちょっと意地悪な考え方なのかもしれないですけど、はいなんか子供が勉強しないんですって、僕に聞いてきたらですね、もういつも思うんですけど、いやあなたは勉強してたんですかって返すんですよ。そしたらあってなってしてなかったわってそうでしょするわけないじゃんあなたしてないんだからしないでしょって言うんですよ。例えばいや子供がちょっと算数できなくて困ってるんだって、あなた大人だからできるけどあなた同い年の時にお子さんとね、あなたそれできたんですか、あ俺もできなかったわって、そうでしょあなたができないことできないからやってこないことは嫌だなって思うこと子供も嫌だなって思ってるから同じですよって DNA は抗いませんって、はい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 でもうそれだけです。そのついてどう思うかってこと？いや、そしたらそれもなんかお聞きしたいですけどね。いやそれはだからそうなんですよ、子は親の鏡、人は自分の鏡で、そうなんですよね本当その通りで、そうだからその自分が親になった時の視点と自分が子供の時の視点がずれてるっていうことなんですけど、そうですよね。そうなんですね、だからまあ対等なコミュニケーションを取ってあげるっていうのが大事だと思うけど、まあその自分のね本当そうなんですよね自分のようになるんですよ、これね本当そうなんですよ面白いね本当子供って親にいる、いやだからでも親のスタイルとかばっかりが人生じゃないじゃないですか、いろんな可能性とかを見せてあげたいんだったらそれこそいろんな大人をね周りに置いてあげるのがいいと思うんですよね。特に家庭環境とかその何気ないところとかそういうところが大事で、なんか勉強だけのためになんか塾行っててもしょうがなくって、やっぱその人間から影響を受けるってことが本当の価値じゃないかなと思うんですよね。こんだけこう考えてんのかこういうふうに自分は自分の可能性を設定してもいいんだとか、あとは本こんだけ読んでんだ普段とか、こういう言葉使ってるんだ、こうやって生きてる社会でこう切り開いてるんだとか、なんかそういうのをこう見せるっていうのはすごいいいんじゃないですか。で勉強の部分だったらそういうパターンで生きてきた人もそうだし、じゃあビジネスだったらこういう人とか、なんか文学だったらこういう人、いろんな人がいるじゃないですか、ね、理数系だったらこういう人とか、なんかそういうのをこうなんか変に自分の生き方とか地域の生き方とかにとらわれることなく、お子さんにいろんな生き方っていうのを見せてあげて、素直にそうなりたいっていうんだったらそれをちょっと応援してあげる、っていうところまで、いけたらいいですよね。でなんか親御さんの気持ちとしてはねなんか心配でとか自分の場合によっては自分のもの的な感じでね扱っちゃうような人もいるかもしれないけど、そうじゃなくてやっぱお子さんの人生はお子さんのものなんですよね。なんかゴールドメダリストでアイススケートのゴールドメダリストのなんとかさんで忘れちゃったけど、その人の親御さんがなんかそのスケートをやるかどうかっていう時にその子供がね、いやいやもう自分の人生は自分の時間だから、自分の好きなように使ってみなって言ってあげたっていう話があって、でそれすごい大事だと思うんですよ。まあね地方だと家を継ぐとか家業を継ぐとかいろいろあると思うんですけど、まあそのあたりのその哲学っていうか、それをこう親としてどこまで持てるかみたいなところはあるでしょうね。はい。答えになってんのかな。大丈夫じゃないですか。ありがとうございます。あ、いらっしゃった。東京大学法学部卒業生がまたお越しいただきました。
おはよう。おはようございます。本日もよろしくお願いしよろします。くお願いします。